Hey guys, what's up? It's Annie. Welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、アニです。最後の動画更新から2ヶ月ぐらいかな経っちゃって、はい、ちゃんと私はモントリオールで今生きてます。9月8日かなに来て、で動画最初のモントリオールに移住しましたっていう動画を作って、そこからもう今3月なのであっという間に時間が経って自分も本当にびっくりしてます。今日のビデオではモントリオールの冬について話したいと思います。でまず10月からこの4月の間でどれぐらいのこの気温の変化があるのかっていうのを簡単に言うと、10月の後半からだんだんマイナスになってきて、で今年はなんか去年とかはハロウィンの時期にもう雪が降ってたらしいんですよ。でも今年はそんなことなくて、11月の中旬から下旬にかけてやっと雪が降り始めたっていう感じです。マイナス1度マイナス0になってだんだんマイナス1マイナス2マイナス3ってなってきて、でも風が吹く時は急になんかマイナス10度とか体感温度的にはマイナス10度みたいな日が続いて、1月からもう2月かな、2月が一番寒い時期で、もうマイナス10度以下、もうマイナス15度、20度いかないぐらいの日が続くようになって、でもジャケットのなんていうの、ウエストまでのジャケットだとなんかもうまだ寒くて、でロングジャケット、なんかもう膝下まで隠れるぐらいのジャケットをもう追加で買って、なんとか今生き延びれましたで2月の一番寒かった日がマイナス40度。私マイナス30度は行くよって言われてたんですけど、マイナス40度まで行く。なんかだって0からマイナス10度ってめっちゃ寒いんですよ。めっちゃ寒く感じるから、マイナス30からさらにマイナス10度下がるってどういうことっていう感じで、実際にマイナス40度だった日が、2日間ぐらいあって、でその時外出たらもう完全にもうなんか鼻毛凍りました。鼻毛が凍った実際カバーした分は全然大丈夫だったんですけど、もうなんか顔とかがもうなんかヒリヒリして、でもなんか鼻がなんかこうやって呼吸してる時になんかみたいな、なんていうんだろう、なんかツンツンみたいな感覚がして、でこうやって触るとなんかちょっと凍ってるっていう感じがすぐ分かって、やばい鼻毛が凍ってるって言って思いながらこうやって何回もこうやって温めながらメトロ電車の駅まで行って、あと郵便受けのなんていうの、開けるところが凍ってました、朝もうそれも動画撮ってるんでこんな感じです。もう本当に完全に凍ってて、何これみたいな、どういう状況、初めてすぎて困惑しましたねで今は、2月後半から3月1日なんですけど、今はマイナス10度からマイナス15度、でもそんなになんていうんだろう、寒くない、もうピークは過ぎたっていう感じなので、もうあとは普通にちょっとセーター1枚着てジャケットを着てブーツ履いてぐらいで全然生き残れる全然耐えられる今シーズンになってきました。あと1ヶ月2ヶ月ぐらいですね。4月入ってもなんか雪が降る時はあるらしいので、楽しみっていうか、残りの数ヶ月、1ヶ月2ヶ月頑張って耐えたいと思いますで冬のこのシーズンになんかみんな何をするのかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。一つ目はアイススケートがもう公園とか自然にこう地面が凍ってたらそこでみんなアイススケートするみたいなくらい、もう冬はもうアイススケートが結構やってる人多いですね。で私も
オールドポートっていう観覧車が大きい観覧車がある観光スポットがあるんですけど、1回だけアイススケート行きました。で、私の場合はちっちゃい頃に2回ぐらいアイススケートをして、それ以来だったから正直自信なくてで、案の定全然滑れなかったんですけど、めっちゃ3回ぐらいめっちゃバーって転んで、なんか大丈夫みたいな、サバーみたいな感じで声かけてくれてなんていうの、アイススケートリンクに行ってチケットとシューズレンタルすると、場所にもよるんですけど、20ドルぐらいはお金かかるんですよね。だけどもう自分のアイススケートシューズ持ってると、もうチケットだけだったりとか、あと公園でタダで滑れたりするので、ローカルの人は大体みんなアイススケートのシューズを、自分のやつを持ってます。私もちょっと欲しいなって今考えてるところです。でもあとちょっとしかないから、冬の期間あとちょっとしかないから、まだわかんないですけどね。次がスキーとスノボで、これ私まだ行けてないんですけど、ルームメイトとかは本当に週末とかになったらみんなでもうスキー行ってくる、スノボ行ってくるっていう感じで、みんなそれが週末のなんていうの、楽しみっていう感じでみんな行ってますね。スキーとかスノボに関してはなんかローカルのみんな行くっちゃ行くんですけど、でもやっぱりチケットとかレンタル費用が高いから、もうなんか行くだけで100ドルとか、1万円以上はちょっとかかるっていう話だったので、みんなやっぱり自分のギア持ってて、ある程度のスキルある人がなんか行きつけの山行って滑るみたいな感じですかね。あとはもう普通の夏シーズンだったらハイキングとかで使う山とかも、このスキーのなんていうんだろう、スキーシューズ履いて山登るみたいな、ちょっとイメージつかないと思うんで、どっかに画像を載せておきます。こんな感じです。そう、なんかこういう感じで、スキーの板でこうやって上にどんどん登っていくみたいなのがあって、それは普通に楽しそうだなって思いました同じくその普通のハイキングとかでよく夏シーズン登る山とかで、みんな雪が積もったらソリとかチュービングっていうのかな、なんか浮き輪みたいな、浮き輪の雪バージョン、雪用の浮き輪でみんなバーって滑るっていうのをやってますね。それはなんか子供が結構メインなんですけど、私もちょっとやりたいなって思いながらまだ行けてないですあとは外のイベントがあって、こんな寒い冬でもみんなこういろんなジャケットを着て、もうマフラーしてニット帽かぶってコーヒー持って外でこうやってってやるイベントがモントリオールにあって、これつい最近の土曜日、ラヌイ・ブランシュっていう年に1回のイベントで、なんかそのメトロとかその地下鉄とかって基本的に12時、1時ちょっと前ぐらいで終電なんですけど、この日だけはもうオールナイトロングでもうずっと空いてるみたいな。で、お店とかレストランとかもその人の波によってこうずっと空いてるっていう年一度のイベントがあって、私もそれで行って、すごいなんか初めての体験で、寒いっていうシチュエーションなのにすごいみんなコーヒー持ってとか、あとウイスキーのボトル持ってこうやってやってるのがなんかモントリオールらしいなと思って、私はすごいこのイベント好きになりました。で、今冬の気温差と、あと何をするのかみたいなのをちょこっとお話ししたんですけど、私がこっちに来て意外だったこと、なんかケベックの冬に関して意外だったことっていうのをご紹介したいと思います。一つ目は外と、あと地下鉄の温度差、室内って言ったらいいかな。家から駅までのその距離を乗り切れればもう大丈夫っていうぐらい、もう中入ったらめっちゃ暑いんですよ。厚着してもなんか地下鉄入った瞬間にうわ暑ってなってマフラー取ってみたいな、ちょっとジャケット脱いでってで、もう電車降りて外上がるまでは本当にもう全然大丈夫なので、なんかその温度差が逆にこう風邪ひきやすくなったりとか、せっかく厚着してもなんかすぐどっか、私の場合だと学校とか着いたらもうセーターとかも T シャツ1枚でも全然大丈夫っていうぐらいあったかいので、
なんかそこが本当意外でした。なんか日本とかって室内も寒いじゃないですか。その場所によりますけど。だけどもうなんかモントリオール本当なんかお店とかどっか入ったらあったかっていう感じなので、全然そこがなんか逆に難しかったところですかね。あんまり厚着したくないしみたいな、どっちにしろ暑くなるからあんまりヒートテックとか重ね着したくないから、この家から駅までの距離をもう凍えながら頑張って耐えて、ここだけ乗り切れれば大丈夫みたいな。だからそんなになんか大変ではなかったかな、大変じゃないなっていうイメージでした。で、2つ目がこっちに来る前はずっとそのマイナス40度とかマイナス30度がなんか数ヶ月も続くっていうイメージだったんですけど、こっちに来たらもう本当に数日、本当にピークがあって、もう数日そのめっちゃ極寒の日を乗り越えればあとは全然大丈夫っていう感じでした。だからなんか私もその冬に入る前は本当にいろいろあれも買わなきゃこれも買わなきゃ、もうヒートテックもなんか常備しないととかって考えてたんですけど、こんなにもうほんとショートスパンなんで全然もうこれで終わりなんだみたいな、ピークがもうほんと過ぎれば普通に戻るので、あんまり構える必要なかったかなっていう感じです。でもこれも外で過ごす時間が多ければ多いほどやっぱりもちろん準備が必要なんですけど、渓谷が来るんですけど、ほんとその日だけ乗り越えればもう大丈夫って感じでした。3つ目、晴れてる時が一番寒いっていう、めっちゃ意外だったんですよねこれ。なんかイメージとしてはスノーストームとか聞くともう本当に極寒で雪が降ってて風も強くて、でも実際に寒い日は本当にめっちゃ綺麗な、もうなんて言うんだろう、本当にもうめちゃくちゃ晴れてて、もう太陽がかんで今日めっちゃいい天気やんって言ったその日がめっちゃ寒いっていう、もう意外ですよね。で逆に雪降ってる時とかって全然寒くないんですよ。0度とか。今ちょっと友達から電話が来てちょっと一回止めました。何を言ってたのかな。寒い日と寒そうな日が全然違う、見た目が違うっていう話を今して、で最後に意外なことっていうかふふっと面白いなと思ったのが、みんなその冬のこのシーズンにみんなフロリダに行く。なんかカナダの人はなんかもう冬ってなったらもちろん楽しむ、冬のスポーツを楽しむ側の人と、あとはもうなんかバイみたいな感じで普通にバケーションにメキシコとかフロリダ、もう結構フロリダが多くて、みんな夏の場所に逃げるっていうちょっと面白いなと思ったので紹介しました。でもそんなところですかね。ちょっと冬について簡単にどんな感じなのかとざくっとご紹介したんですけど、あとちょっと1ヶ月ちょっとあるので、私もまだ冬で楽しんでないことをやりつつ、まだ夏のモントリオールを知らないので、それを本当に楽しみにしてます。もしリクエストがあれば教えてくださると嬉しいです。Anyway, so have a lovely week or day or night or evening, morning, whatever. Have a lovely day and I'll see you guys in the next video. Bye bye!